この後はピアニスト角野隼人さんがナビゲートする東京建物 Music of the Spheres。今回はなんとコーナー初となる角野さんがスタジオで生出演して登場してくださいます。すでに私の前に真っ赤なキーボードが並んでいまして、ちょっとね、どんな今ちょっとね、手が動いて音がね、漏れ聞こえてきていますでしょうか。この後生演奏もありますので、皆さん楽しみにしていてください。放送中はぜひ X のハッシュタグスカイ813ハッシュタグ JWAVE でポストしてご参加ください。 JWAVE アクロスザスカイをお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの角野隼人です。東京建物 Music of the Spheres、 宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕角野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。これまで世界いろいろな場所から声を届けてきましたが、今回は番組スタート以来初めてとなるんですかね。六本木ヒルズ JWAVE のスタジオから生放送でお届けしております。そして今日は生放送ということで、アクロスザスカイナビゲーターの小川沙羅さんに、もこの時間お付き合いいただきます。よろしくお願いします。ちゃんとお会いするのは2度目。この番組が始まった時に最初ちらっとご挨拶させていただいて、いや、なんかこうしてゆっくりお話をするのも初めてなんで、時間としてはいつもつながってたのに。そうですね、毎週お声は聞いていたんですけど、嬉しいです。私も近いようで遠いような感じで。本当に毎週私も角野さんご紹介をしながら、今日はどこから声を届けてくださるのかなっていうのがもう楽しみで本当にニューヨークのね、街中だったりとか、先週もウィーンの空港から届けてくださったり、その臨場感がすごいんですよなんかまあよく言えば臨場感、悪く言えばノイズというかいや本当にね、周りのね、なんか子供の声とか風の音とかも含めて、なんかちゃんと世界と本当につながってるなっていうのがこの番組のコンセプトにもぴったりで。でもそうおっしゃっていただけるのは嬉しいですね。楽しませていただいてます。でも今年は特にやっぱり世界各地今までと比べても飛び交ってたんじゃないですか？はい、もう最も飛び交っていた1年だったと思うし、もうこれ以上飛び交う年はないようにしたいぐらいなんか飛行機が多かったなという感じですけども。だから私もお話聞きながら、いつ休まれたりとか、なんかどういうサイクルになってるのかなっていう。いや、サイクルだからもうなんていうんですか、生活サイクルみたいなのが作るのが難しいわけですよね。その実際移動がたくさんあると。でもその中でこうなんとか、朝は起きるようにして、夜は寝るようにして、朝ごはんは食べるようにしてとか、もそういうなんか基本的な、人間が生活の中で基本的にしているところを失わないようにと思って生きてますけど。だってリサイタルもね、何度か見させていただいてるんですけど、結構体力使いませんか？ピアノを弾くっていうことも。それはもちろん、もうピアノ演奏して、で自分のコンサートだったら2時間ずっと一人だけで弾くわけですから、もうそれ終わったらもうクタクタですよね。でそれでホテル帰ってもうすぐ寝るみたいな感じ。そうですよね。今ね、バックで流れてる音楽とかもなんかこう繊細で優しいイメージが私の中では大きかったんですけど、実際生で聴かせていただいて、結構迫力が印象的だったんですよ。先日の K アリーナなんかでもいらしてくださって、見させていただいて、いや本当にいいリサイタルでした。なんか視覚的にもすごく面白かったし、ライズモティクスの真鍋大斗さんに、真鍋さんとの、対談もこのラジオでも届けていただいて、そうですね。それも聞いて、そんな裏側があったんだとか、角野さんの数学をねやられてきた背景もあって、なんか分かり合えることもあるんだなとか。いや、なんか本当懐かしい気分になって、なんて言うんだろうな、その理系的な人が喋るなんか会話の空気感とテンポってなんかあるなと思うんですけど、僕もそうなんですけど、でもそのなんか同じ
その共通言語の中で喋り合える感じがしたので、とても楽しかったし、やりやすかったです。ね、だからこそ生まれたあの空間だったんだろうなと思ったんですけど、そういうダイナミックさも印象的だったし、あと一曲だけマイクを切って、生音を届けてくださったじゃないですか。そうですね。ケアリーナの空間で本当のピアノの生音聞くことってもう一生に一度、まさにこの曲ですね。今流してくださった、アフタードーンって。はい。あれ、なんか18,500人とかの人数で、一つの音に耳を澄ませる経験って、あんまりないと思うんですよ。ないですよね。僕もないです。いや、そうですよね。本当になんかプレシャスななんか時間だったなって。ありがとうございます。思って。いや、あれだけ大きな空間だし、そこであんなに大きい空間で生音で届けるなんてことも初めてだったので、本当に届くのかなっていうのは心配でしたけども、すごい届いてました。本当に静寂の中皆さん聞いてくださってたので、だから観客の、ファンの皆さんも、なんかめちゃくちゃ品がいいというか、なんかすごく素敵な人が集まってる空間だなっていうのも感じたりしたんですけど、そして何よりね、ギネス世界記録、びっくりしました。初めて表彰式に立ち会わせていただいてもうないと思います。ないっすよね。僕もないと思います。ね、今回ギネス世界記録に認定されたんですけど、その内容が屋内のソロピアノリサイタルで販売されたチケットの最多枚数ということで、18,546枚。そうか、ソロでこれだけの方の前でピアノを弾くって今まではなかったってことですよね。なかなかそのインストゥルメントのたるなコンサートでこれだけの規模っていうのはないですよね。賞状をいただいた時いかがでしたか？いや、不思議な感じですね。なんかその今までコンサートをやっていたのに、そのムードが急に表彰式ムードに切り替わった時のなんか独特な空気というんですかね。いや、でも面白かったですね。ねえ。で、その後弾いてくださったのが今流れてるキラキラ星の7段階に分けて、角野さんがアレンジしたものでしたけど。そうですね。これは7つのレベルのキラキラ星変奏曲といって、でだんだん難しくなっていくみたいなコンセプトで2020年ぐらいに作って、今も結構世界回るときにアンコールで弾くことも多いんですけど、ちょうど K アリーナが7回まであって1回から、でそれもなんかレベル1からレベル7っていうこうレベルという単語で呼んでいる公式に、これはキラキラ星と一緒やないかと思って。まさにですよね、ぴったりの。でその映像も素晴らしかったんですけど、この曲今年ザ・ファーストテイクなんかでも弾かれていたりして、あれでも見たものだとか思って感動したんですけど、ファーストテイクでも弾かせていただきましたね。そういった K アリーナとかファーストテイクも含めて、やっぱ角野さんがクラシック音楽っていうものをすごいそれまで聞いてこなかった人たちに向けても、もちろんファンの人もそうですけど、すごい広げていこうっていう意識を感じるんですけど、それってご自身の中に結構あるんですか？いや、例えばこの曲のアレンジを作った時はこれだけたくさんの人が聴いてくれるとも予想していなかったし、ましてや、世界でこれだけ弾くことになるとは予想もしていなかった。ただその時はコロナでずっと家にいなければいけなくて、でその時間をどうにかこう前向きに使いたくて、で YouTube をたくさん作ってたんです。だから自分の興味の赴くままにいろいろなことをやってたわけですけど、それがどんどん大きくなって、これだけ、たくさんの人に聞いてもらえるようになって、でもそれでやっぱりそういうことは考えますよね。もういろんな人が聞いてくれるっていうことは、じゃあどういう風にしたらもっと
音楽に、ひいてはクラシック音楽に興味を持ってもらえるかとか、どうやってコンサートに来てもらえ、楽しんでもらえるかっていうのは、まあ、いつも考えますけどね。ありがたいことです。心意気が本当に素敵だなと思って私も聞いてます。ということで今日はなんと角野さんがカシオの電子ピアノプリビアをスタジオにお持ちくださいました。ということで生演奏1曲お届けいただきます。どんな楽曲を演奏していただけますか？はい、まあこの時期なんでね、クリスマスの曲なんかがいいかなと思ったんですけど、まあ、僕の最も好きな曲の一つ The Christmas Song をお届けします。はい、ということで角野隼人さんによるピアノスタジオ生演奏です。お聴きください。ありがとうございます。角野隼人さんによるクリスマスソングお届けしました。いや、もう今聞いた人全員のクリスマスがいいクリスマスになったと思います。本当に。ありがとうございます。素敵な演奏ありがとうございます。東京建物ミュージックオブザスフィアーズ。今日は角野隼人さんと生放送でお届けしています。引き続きよろしくお願いします。
今日はですねリスナーさんからもう本当にたくさんメッセージをいただいているので、ありがとうございます。ここからはちょっと住野さんにリスナーさんから聞いていきたいと思います。はい。まずはもつ鍋がうまかったさん。もつ鍋は美味しいですね。美味しいですよねこの時期。この度鍵山優真選手に曲を提供されてショートプログラムを観戦されたようですね。今回スケートを観戦された感想や曲を提供した時の秘話、スポーツはお好きなのか聞いてみたいですといただいてます。はい、そうなんです。鍵山優真選手に、エキシビジョン用の曲フロストラインという曲を書き下ろさせていただいて、でそれとは全く別に、僕と、ギタリストのマーシンという、めちゃくちゃかっこいいギタリストがいるんですと、彼とコラボしたスティービー・ワンダーの I Wish あるんですけど、もうこれですね。すぐかけてくださる。何でもすぐかけてくださるんですけど、これをショートプログラムで、鍵山選手が演技してらしたのを、見に行けて、マーシンと一緒にもうめちゃくちゃかっこよかったです。なんか初めて生でそのパフォーマンス、練習は前見に行かせていただいたこともあるんですが、初めて生でパフォーマンスを見て、なんだろうな、もう気持ちいいんですよ見てて。なんで気持ちいいかっていうと、このファンキーなグルーヴがあるじゃないですか、その音にリズムにもうバチバチはまっていくんですよ。動きという動きが表情ではまれるっていうのがすごいですよね。いやすごい。だからもう表情ということも、もう地球に重力があるということも忘れるような、なんか、特になんかこういうところ、例えばマシンがぐる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 とやってるところで、鍵山選手がこう回転するわけですね。それはめっちゃいいなと思って。それこそもう音が可視化されるみたいな感じですよ。なんか本質的には一緒ですね。それが見ててとても楽しかったし美しかったし、でその動きにもいろんな表情とバリエーションがあって、よかったですね。なんかこういう、最近だと映画にもね曲を提供されたりとか、ナイトフラワー、そうですね。なんか異業種に曲を提供されることあるじゃないですか、そういう時ってその準備としてはどういう風に進めていくんですか？この曲は牛でもう一つのフロストラインという方は割とこうクラシカルな、響きがするんですけど、それはまずこうピアノなんでピアノが主体であることは変わらないんですが、それは今年の5月ぐらいに練習を見に行かせてもらって、でその時になんか初めてなんでそれを見るのも、それでいろんなことをこう思いながら、もう素人なんでもう全然細かいことはわからないんですけど、かっこいいなとか、速いなとか、こんな動きすんねやとか、それをこうなんか自分の中に取り込んで、それをその見たものをイメージしながらピアノに向かって即興するんですよ。即興するといいものが出てくる時もある。だからそれをやり続けて、良かったところだけをこれ使えるかもしれないっていうところをこうピックアップしてって。なるほど。即興から生まれてきたもの、インスピレーションされたものっていうのを拾っていくんですね。ナイトフラワーの映画のエンディングテーマを作った時も同じような感じですね。まず映画を見させていただいて、でやっぱりそうでないと、自分がこう自分が感じたものを自分のフィルターを通して出すっていうのがやっぱ一番大事で、次にそのコンセプトと合致するものを作るっていうことも大事で、それはやっぱりその作品をとかその人を知るところからもちろん始まりますよね。いや、そうか。だからそういう意味だと、例えば、僕はクラシックの作曲家が昔、大昔に作った作品を演奏するわけですけど、そうですね。それと本質的にはそんなには
変わらない作業というか、そうか、それだってやっぱり昔にできた曲からショパンだったらショパンのことを知る、それは楽譜に書かれて、楽譜があるから、楽譜からどういうことを言ってるのかというのをこう読み取ると、そういうことなわけですけど、面白いですね。結構似たようなところはあるような気がしてますね。なるほど。いや、影山さんもね、これからオリンピックもそうですね、控えてるかもしれないので、ちょっと楽しみにしたいと思います。ありがとうございます。はい、続いてですね、ハリネズミさん。はい。いよいよルイ・サダ先生との2台のピアノコンサートツアーが始まります。はい。東京公演に行く予定で楽しみです。数ヶ月前から何度かリハーサルを重ねてきたとのことですが、仕上がりはいかがでしょうか。選曲の狙いやコンサートで聴いてほしいポイントがあれば教えてくださいと。はい。これ明日から。明日から、そうですね。そうなんです。ルイ・サダ先生という、パリの僕の師匠ですね。で、初めて今回コンサートという形で共演させていただくということで、僕もめちゃくちゃ楽しみにしてるんですけど、もう先生と、パリに住んでらっしゃるんで、僕がヨーロッパで近い場所にいた時にパリに立ち寄って、8月ぐらいからかな、毎月行ってました。すごいですね。この忙しいスケジュールで本当にパリに通っていつって感じですけど、アムステルダムいる時にリハとリハの合間に24時間だけ行くみたいな、うわ、すごいでもそれだけやっぱりもう慕ってる先生ということですよね。僕もやっぱり一緒に時間を過ごせたら、その学べることがたくさんあるし、それは嬉しいし、で今回連弾2台ピアノと、その1台のピアノを4つの手で弾く連弾っていう、どっちの曲もあるんですけど、特に連弾って難しいんですよ。何が難しいかって、なんかこうなんて言うんでしょうね、一つの車を2人で同時に運転してるような。それは難しいですねアクセルを僕が踏んでハンドルをもう一人が握るみたいな、ちょっと例が合ってるか分かんないですけど、なんか本当に一体にならなきゃいけないんですよ。そうですよね、意思疎通が。それがやっぱりその作業も楽しいんですけど、でもやっぱりそのためには本当にこう、ああでもないこうでもないと言いながら、こう一つのものを時間をかけて作り上げる方が良くて、なのでその繊細な部分がとても現れるであろうコンサートになると思いますね。もう本当にパリに通って積み重ねてきた時間が、明日からのツアーにきっとね現れると思うので、行かれる方楽しみにしていてください。ということで、あっという間にお時間になってしまったんですけど、最後に住野さんからお知らせをお願いします。はい、来年1月21日ニューアルバムショパンオービットリリースします。今も先行リリースされた曲をかけていただいていますが、そして全国ツアー2026ショパンオービットもう1月30日からスタートします。ぜひチェックお願いします。そして東京建物ミュージックオブザスフィアスではオリジナルロゴ入りノートを毎週5名の方にプレゼントしています。アクロスザスカイのウェブサイト右上バナーメッセージトゥスタジオからノート希望と書いてご応募ください。今日はね、生演奏、そして私もお邪魔させていただいてありがとうございました。ありがとうございました。最後にじゃあ住野さんからご挨拶お願いします。東京建物ミュージックオブザスフィアス、来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは住野隼人でした。